これは三つの宝をめぐるあるおとぎ話です。深い森の奥で三人の盗人が奪い合っていました。一飛びに千里を飛ぶ長靴、切れば姿の消えるマント、鉄をも立つ剣。けれど見たところはどれもただの古道具に過ぎません。そこへ馬に乗った一人の王子が通りかかります。なぜ争うのかと問えば、盗人たちは口々に言います。この宝はそれぞれ千里を飛び、姿を消し、鉄をも立つのだと。だからこそ誰も手放せず、互いを恐れているのだと。王子は持ちかけます。それなら私に皆売ってくれないかと。金で飾った剣、宝石を散りばめた靴、刺繍の縁取りのマント。その立派な見た目に盗人たちは喜んで応じました。古道具を渡し、王子をバカだと笑いながら。けれど本物の宝を手放したのは盗人たちの方だったのです。場面は変わって黄金の角笛という名の賑やかな宿屋。人々はある噂をしていました。この国の王女が遠い国の王のもとへ嫁がされるという噂を。その王は三つの宝を差し出し、欲深い国の王は王女を与えると約束したのです。王女はそれを嫌い、誰も助けられずにいました。隅でパンをかじっていた若い王子が突然人々の中へ飛び出します。私が王女を助けてみせる。私も三つの宝を持っているのだ。穴の開いた長靴を見せ、飛んでみせると意気込みます。1、2、3。王子は勢いよく飛び上がりました。けれど、戸口にも届かないうちに、ドスンと尻餅をついてしまいます。人々はどっと笑い立てました。穴の開いた古い長靴では、千里など飛べるはずもなかったのです。恥、涙をにじませながらも、王子は叫びます。長靴が飛ばずとも、剣がある、マントもある。たとえ素手であっても、私は必ず王女を助けてみせる。そう言い残し、夜の中へ駆け出していきました。王妃の庭。バラの花の中に、噴水が静かに上がっています。古いマントを着た王子が、そっと忍び込みました。本物ではないマントでは、姿など消えません。ただ、あまりに粗末な身なりゆえに、下男と思われ、誰にも咎められなかっただけなのでした。噴水のほとりで、王女が嫁ぐ運命を嘆いています。思わず声をかけてしまった王子。王女には、その顔も、古びたマントも、はっきりと見えていました。それでも王子は告げます。あなたを助けに来たのだ、と。王女の胸に、小さな火が灯ります。その時、本物の三つの宝を持つ、遠い国の王が、一飛びに舞い降りました。王子は王女をかばって立ちはだかります。王は静かに剣を抜き、尋常の勝負を挑みました。鉄をも立つ王の剣は、王子の飾りの剣を、たやすく断ち切ります。けれど王子は、笑みを崩しません。剣は折れた。だが私は、こうしてあなたの前で、まだ笑っている。王は、剣を投げ捨てました。勝ったのは、あなただ。王子を切ったところで、王女にいよいよ憎まれるだけ。三つの宝さえあれば王女を得られると思っていたのは、間違いだった。王はそう悟ります。王子もまた気づきました。宝さえあれば助けられると思っていた、その自分の思い違いに。王は、二人の婚礼のために、三つの宝を送り、自分の国へ帰っていきます。私はあなたに負けたのではない。私は、私自身に勝ったのだ。王女は王の胸にバラを刺し、その優しさを知らずにいたことを詫びました。王子は、静かに語りかけます。私たちは、目が覚めた。三つの宝も、恐ろしい王も、おとぎ話の中にしかいない。私たちの前には、霧の奥から、もっと広い世界が浮かんでくる。もっと醜く、もっと美しい、もっと大きな世界が。さあ、
勇ましい兵士のように、その世界へ進んでいきましょう。